みんなさんこんにちは。今日は映画を見るについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。映画館で映画を見る方法は、ここ数年で大きく変わりました。以前は、映画館が上映する映画を決め、その映画を一定の期間、一日に繰り返し上映していました。客は、見たい映画を上映している映画館を選び、都合のいい時間の回を見に行きました。また座席は自由席でした。現在の映画館は、シネコン、シネマコンプレックスという形式が主流になりました。シネコンは一つの施設に複数の部屋スクリーンがあり、様々な映画を割り振って上映しています。人気がある映画はいくつものスクリーンで何回も上映されたり、公開からしばらく経った映画は1日に1回しか上映されなかったりなど、やや複雑です。座席は指定席になっています。シネコンの映画館は、デパートやショッピングモールの中にあることが多いです。映画の日やレディースデーなど、割引になる日もありますので、チェックするといいでしょう。映画館の会員になると、何回か見たら1回タダで見られるサービスを行っているところもあります。以下では、シネコン型の映画館で、当日チケットを買って映画を見る場合の方法を説明します。映画館の利用の仕方。1、あらかじめ、自分の見たい映画がどの映画館でいつから上映されるか、ネットでチェックしておきます。同じ映画でも、字幕版か吹き替え版か、3D かそうでないかなどが違う場合もあるので、注意しましょう。2、当日、チケット売り場に並びます。人気がある映画は、できるだけ早くチケットを買った方がいいでしょう。3、見たい映画と開示館を言って、チケットを買います。席もこの時選びます。4、ロビーで待ちます。入場の時間になったら、アナウンスがあるので、入場します。5、指定された部屋スクリーンに行き、指定された席に座ります。6、映画を見ます。映画の前に、15分ぐらい、広告や予告編があるのが普通です。7、映画が終わったら、映画館を出ます。日本では、映画本編が終わっても、エンドロールがすべて終わって場内が明るくなるまで席を立たないのが一般的です。なお、チケットをあらかじめネットで予約してから行った方がスムーズですが、予約にはクレジットカードが必要です。映画館で映画を見る方法は、ここ数年で大きく変わりました。以前は、映画館が上映する映画を決め、その映画を一定の期間、一日に繰り返し上映していました。客は、見たい映画を上映している映画館を選び、都合のいい時間の回を見に行きました。また座席は自由席でした。現在の映画館は、シネコン、
シネマコンプレックスという形式が主流になりました。シネコンは一つの施設に複数の部屋スクリーンがあり、様々な映画を割り振って上映しています。人気がある映画はいくつものスクリーンで何回も上映されたり、公開からしばらく経った映画は1日に1回しか上映されなかったりなど、やや複雑です。座席は指定席になっています。シネコンの映画館は、デパートやショッピングモールの中にあることが多いです。映画の日やレディースデーなど、割引になる日もありますので、チェックするといいでしょう。映画館の会員になると、何回か見たら1回タダで見られるサービスを行っているところもあります。以下では、シネコン型の映画館で、当日チケットを買って映画を見る場合の方法を説明します。映画館の利用の仕方。1、あらかじめ、自分の見たい映画がどの映画館でいつから上映されるか、ネットでチェックしておきます。同じ映画でも、字幕版か吹き替え版か、3D かそうでないかなどが違う場合もあるので、注意しましょう。2、当日、チケット売り場に並びます。人気がある映画は、できるだけ早くチケットを買った方がいいでしょう。3、見たい映画と開示館を言って、チケットを買います。席もこの時選びます。4、ロビーで待ちます。入場の時間になったら、アナウンスがあるので、入場します。5、指定された部屋スクリーンに行き、指定された席に座ります。6、映画を見ます。映画の前に、15分ぐらい、広告や予告編があるのが普通です。7、映画が終わったら、映画館を出ます。日本では、映画本編が終わっても、エンドロールがすべて終わって場内が明るくなるまで席を立たないのが一般的です。なお、チケットをあらかじめネットで予約してから行った方がスムーズですが、予約にはクレジットカードが必要です。